むずすぎ。思えば私リボン結ぶの下手すぎてアパレルのバイト辞めたんだった。お疲れ様です。とうこです。ついに明日グループ展なんだけど準備が大詰めって感じ。昨日とか深夜3時までちょっと気分が盛り上がっちゃって作業しちゃってさ、今顔が大むくみすぎてやばい。なんかここに来てめっちゃ疲れきちゃってさ、もうここはでっけえ赤身のステーキをぶち込まなきゃダメだと思って昨日ステーキ買って焼いて食べたんだけどさ、いただいてる時になんでこんな平日のお祝いも何にもない日にこんな分厚いお肉食べてんだろうってちょっと我に返った。まあ全然食べていいんですけど、私ごときが忙しいとか言うのは本当に気が引けるんですけど、もっと忙しい人はこの世にいっぱいいるのでただ自分のキャパを考えたら結構忙しくて、 YouTube も一応今月は週1本投稿キープできててさ、木曜日の8時ぐらいかなに投稿してるんだけど、このシーンは動画撮りたいからいついつに撮って、今週の動画の構成はこんな感じとか考えながら生活してるから、ずっと考え事してるみたいな状態になっちゃって、毎日投稿してる YouTuber さんとか絶対 YouTube 以外の生活もう諦めてると思う。でも私ってほんとさ、容量が悪いのか、ちゃんと計画立てて最初のうちから作業を始めるのに間に合うのはギリギリなのよ。そういう不器用タイプで、学生時代も課題が出て早めに取り組むんだけど提出するのは23時59分締め切りギリギリみたいな感じで、昔からそうなんだよね。不器用真面目タイプ。それはもう分かってるから、その中でいい方法を探して頑張ってはいるけれど、だからよく締め切りの前日のギリギリに始めて間に合わせるみたいな人っているじゃない。で結構そういう人ってさ、ちゃんと完成度高かったりするから、そういう真逆タイプの人間を見るともうジェラシーって感じで辛くなっちゃうんだよね。ステッカーこんな風に並べて出そうかなと思って。あ、そう、ステッカーせっせと裏にホームページの QR コードを貼ったりしたんだ。私のポリシーとして字は見やすくでかく。もう私目が悪すぎてさ、ギャラリーとか見に行ってもキャプションの文字全然見えなかったりするんだよね。字が小さい方がおしゃれなんだろうなとは思うけど、私はぶっといのでいきますよ。あくび止まらんここでちょっと話しすぎても展示設営 Vlog にしたいから、ここでちょっと話しすぎても良くないんだよなって今考えてる。今これ角丸くんで名刺の角っこを丸にしていました。グループ展当日になりまして、この時マイナス3度だったの。寒すぎ。赤キーとバッグの色がぴったりでね、可愛かった。電車に乗って向かうんだけど、私の最寄り駅はあったりめに無人駅です。四ツ橋駅初めて来たんだけど、気になってたインテリアショップとかも行けて楽しかった。私のパスモケースはあったりめにピアノちゃんです。設営はちょっと文化祭前日って感じで大忙しで撮影ができなかったんだけど、無事展示できました。こんな感じで、ちょっと他の方の作品は許可取れてないから隠させてもらったけど、なんだかこうやってね、自分の部屋を出て外に飾ってもらうと不思議な感覚になるんだよね。グッズはこんな感じに置かせてもろて、グッズ初めて作ったんだけど、いろいろ発見があったし、他の作家さんのグッズも見てすごくインプットできました。会場はこんな感じですごく賑わってました。すごいなって、語彙力。帰り道また2時間かけてお家に帰ります。主催の方や作家さんとお話できてとっても楽しかったです。兵庫県に引っ越してきてもうすぐ1年経つけど、初めての関西での展示だったから、ここから頑張っていくぞという気持ちになったよ。全人類に感謝。無事2月の展示終わって、次は3月の展示に向けて頑張っていこうという期間。私今回の展示からキャンバス自作し始めたんだけど、ちょっと眩しいね去年めちゃくちゃ木材をノコギリでカットしてる動画を上げてたと思うんだけど、実はあれから1ヶ月ぐらいめちゃくちゃ試行錯誤してギコギコしててさ、私 DIY 全然したことなかったから知らなかったんだけど、物を作る時ってすごく誤差が出るんだね。キャンバス分の長さに木材をカットしたとて、そのノコギリ分の厚さで数ミリ短くなっちゃうの。
私はちょっときっちり完璧主義なタイプだから、その誤差許せねえと思って何ミリに木材カットすれば最終的に作りたいサイズの長さになるのかなって計算しながらやって、そしたら今はきちんと規定のサイズで作れるようになってきて、こんなかっこよくメジャーも締められるようになった。だから結構キャンバス作りで時間取られちゃって、今実はめっちゃ焦ってます。頑張るけど。このキャンバス裏こんな感じでね、端っこを斜め45度にカットしてくっつけてるの。この斜め45度カットにめっちゃ苦戦して大変だった。 DIY 界隈ってさ YouTube であんまり盛り上がってないのかな。斜め45度にノコギリでカットするコツを YouTube で調べようとしたら、その斜め45度カットにするためのアイテムを作ろうっていう動画しかなくて、ノコギリでそんな DIY する人がいないんだろうけど、ちょっとヤスリがけしよう。キャンバスを貼っていく。でも私しみじみさ、自分でできることが増えるって素晴らしいなって思った。気づくの遅くね。それで2月の大阪の展示は総勢33名の結構大人数で開催されたものだったんだけど、だからもうたくさんの作家さんとお話できてめちゃくちゃ有意義な時間でした。でもそれと同時に作家さんがさ、お知り合いとかお友達とかが来てお話ししてるのを見ると、あ、私本当に誰も知らない町に引っ越してきたんだなって思った。それが別に悲しいとかそういうわけじゃなく、そういう事実を改めて受け止めた。私結構引っ越してきてから、あれ私って今どこに住んでるんだろうみたいな感覚に陥る時がよくあって、でも今回改めて自分は今ここに住んでるんだなって実感した。てか大阪駅着いていつもと違うホームに降りて御堂筋線の方に来たかったんだけど迷っちゃって、それで地図を見たらマクドの方面に御堂筋線があったから分かったと思って嗅覚を研ぎ澄ませてポテトの匂いのする方向へ向かって歩いたら御堂筋線着いた。それで私展示に参加して改めて気づいたことがあって、今回の展示って女性の作家さんが結構多かったんだけど、私やっぱり女の子大好きだなって思って、ちょっと誤解されないように上手に説明したいんだけど、女の子という定義っていうか、ちょっと私もまだうまく言語化整理できてなくて変に伝わっちゃったら怖いんだけど、その女の子が好きっていうのは見た目だけとかじゃなくて心意気っていうか、何かを頑張っている女の子。私の好きなつんくさんの歌詞で恋したい神道って歌があるんだけど、その歌に女の子サボってる私がいる、服装や髪型でごまかしてたっていう一文があるの。それがまさに私の思う女の子の好きなところっていうか、魂レベルが女の子っていうかなんていうのこれ。その話をアズーにしたら、一見メイクは薄いけどスキンケアを頑張ってる女の子みたいなって言われて、すごいそれわかるって思ったんだけど、自分自身を磨いてるみたいな、そういう子が好きだなって思って、てかそういう子を描きたいなって思って。結局その自分を磨くことがお洋服とかお化粧とかを頑張るってことにもつながったりもするけど、でもかといってそれをバッチリしていない女の子も私はすっごく可愛いなと思うし、なんて言うんだろうこの感覚。もうホルモンの話なんだろうか。私かれこれ10年以上女性アイドルのオタクやってるから、もうやっぱこれからもずっと女の子大好きなんだろうなって思った。できた。キャンバス貼れた。だいぶ慣れてきたかも。シワなし。よし、じゃあ今日はこの辺でおいとまします。また3月の14日から18日まで神戸のフローラアーティストギャラリーさんでグループ展に参加します。素敵な空間になるように頑張りますので、ご都合合う方よければ見に来てください。最近ちょっと忙しさにかまけてご飯をちょっとサボってたら肌の不調をめっちゃ感じるようになって、ビタミンが足りてないわと思ったので、皆さんもきちんとビタミンは取ってください。じゃあ今日もありがとう。